先日までの私と何かっていうのをなんとなくつかめてきましたでしょうか。はい、ずっと言ってますけども、私とは状態であり、そこに実体はありませんということでございまして、はい。なかなか受け入れられないところもあると思いますけども、実体がない以上、そこに操作権はないと。はい。操作権がないということは、自由意志っていうのは誤解ですという話だしたんですよね。やっぱり、この間もお話ししましたけど、言葉って難しいよねっていうね。言葉を知っていることと、言葉がね、何を指しているのかを知っているのとではちょっと別問題になるんで。はい。で、その言葉の響きにね、どういう意味だったりだとか、価値だったりだとか、そういうのを見出してるかっつうと、また人それぞれ違ったりするわけだし。うん。ね。自我っていう言葉も、文脈によって全然変わってくるんですよね。東洋的感覚の自我と西洋的感覚の自我で、なんかニュアンスが変わってきちゃったりするし。はい。で、やっぱり、この間も、語運と自我の関係がよくわからなくなってね。語運システムと、自我システムってのはイコールなんですかだとかね。そもそも自我って何ですかっていうことだとか。うん。そういうのが出てきたんで、それの延長線上で、ちょっとお話をしたいなと。はい。で、この間の仏教っぽくやっていくと、また混乱する人が出てくるかもしれないので、これ、今日は、昨年ですね、一度やったことのあるお話なんですけども、そこにもう一回立ち返って、はい、今日は哲学じゃなくって、宗教でもなくって、はい、熱力学をやろうと思っております。はい。で、熱力学でどんな話をするのかっていうと、こちら。はい。ノンデュアリティスピーカーの口から聞いたことありませんか？私はいないとともに全部が愛なんです。愛しか存在しないんです。っていうこの言葉。ね、ノンデュアリティだけじゃなくって、例えばあれだよね、奇跡のコースなんかでも、こういう話になってくるわけですよ。愛しか実在しません。それ以外はありません。でも、それ聞いても、私はいませんぐらい、きょとんとしちゃうわけよ。意味をさっぱりわかりませんって。私はいるし、全部が愛なんて思えないしって。はい。で、これを理解するには、熱力学で考えると分かりやすいですよっていうことで。ね。で、こういう言葉がさ、出てくる自体さ、多くの人は、まず自分もいるしね、自分がいないなんてのも分かんないし。ね、いや、いますけど。そして愛があったりなかったりしますけどっていう風になるわけよ。ね。だから、なんか綺麗事ばっかり言ってさっていう風な。そういう風に、しか聞こえてこないわけ。うん。で、あの、そういう風に綺麗事を言ってるんじゃなくって、ノンデュアリティスピーカーは、あの、ね、うん、事実の表明をしてるわけ。だから嘘言ってるわけでも、夢を語ってるわけでも、そういう風に思うと幸せに生きれますよっていうことを言ってるわけでもない。ただの事実の表明。ただその時に、みんなが思う愛と、もうニュアンスが違うんだって話なんですよ。で、私、命、自我、ね、それら同様さ、この愛っていう言葉も、言葉は知ってるけどこれが何なのかってわからんってなるわけですよ。で、大抵の場合は、
この愛っていうのは動詞になって愛する、愛されるみたいになってね、どこか行為や取引の、意味合いで使われている人が、ほとんどだと思うんですよ。ね、私が愛する分、愛し返してみたいなね。で、これは愛じゃなくて取引でしょって話で。本質的なところがじゃあ理解できてるかっていうと、そうじゃないよねってことが見えてくるよねと。はい。で、はい。こないだやった、話でね、まず、今もまた出てきたな。あれとこれは同じですかっていう、この聞き方が僕にはよくわからないんですけど、今回も、ニコさんからいただきました。愛と命は同じものですかって。だからそれはやっぱ文脈によるよっていう、そういう聞き方されても困るよっていうところが正直なんですよ。ね。で、説明として、一応、辞書に書いてある意味を僕ここで語ってるわけではありません。っていうのも、辞書を調べてもそこのことは書かれてないからです。はい。で、まず、愛の、話に入る前に、今の質問で言って、はい。命とは何かっていうのを、まず整理します。はい。命とは存在であり、生命活動とは状態の変化であるということが、僕が話している、あの、世界観というか、言葉にするとこういうことになるのかなみたいな、これ、まず押さえといていただきたいなと思います。はい。で、ね、存在はあるけども、その存在にはどこにも実体がないと。で、僕たちのこの生命の営み、命の動きですよね。それは生命活動っていうわけです。生命活動は状態の変化であると。はい。で、え存在という存在ですから、うん、動植物だけじゃなくって、こういうね、無機物って言われるものも、本当は命だよって。だから全部命っていうわけ。で、命以外ないよって。で、その命の現れの中に様々な性質がもう常に状態を変化させて、動的平衡という世界が成り立っている。はい。ということがまずね、ここまでついてこれる？はい。だから、命を持つもの、命を持たざる者みたいな、持ち物として、命を考えるとおかしなことになるっていうことです。ね。で、もし我々が命の持ち主なんだってことになったら、生きてるのはきっと命の方でしょ？命っていうぐらいだから。ね。持ち主はさ、命と別物って言うんだったら、それ生きてないことになっちゃうんだよね。命じゃないものが命を持つっていう活動ができるわけがないっていう。